ああ、テストの問題が全部わかればいいのに。そしたらそこだけ勉強しとくのにな。夢で見れないかな。そういうの予知夢って言うんだよね、お母さん。予知夢って言うのかしらね。予知夢に頼るより問題集をやっておいた方が確実だと思うけど。範囲が広いですし。それに夢を見たとしても問題を全部覚えてるわけないでしょ。枕元にメモ帳でも置いて夢日記でもつけてるんならまた話は別だけど。夢日記？何それ？その言葉通りよ。自分が見た夢を起きてすぐ忘れないうちにメモっておくの。夢は何かのメッセージだったりするからね。へえ。夢で見た未来が次々と当たった人がいるわ。そうね、花子。今夜はそのお話をしましょう。当たりすぎる予言の書。私が見た未来。よう、アミ、おはよう。あれ？なんか元気ない？おはよう。昨日変な夢見ちゃってさ。私たまに夢に見たことが現実になったりするから憂鬱でさ。どんな夢？買い物してたらスーパーの棚からカップラーメンが大量に落ちてきたの。カップ麺なのに一個一個が鉄みたいに重くてさ、苦しかった。怖いな。でしょ？夢占いだとストレスや不安感の表れですで片付けられそうだな。現実化する夢を予知夢って言うよね。アミの見た夢が当たる確率ってどのくらい？確率はわかんないけど、今まで5回くらいはあったかな。あとは、デジャブはよくあるよ。そっか。あ、予知夢ですごく有名な漫画家さんがいるんだけど、たつきりょうさんって知ってる？知らない。たつきさんはもともと少女漫画やホラー漫画を描いてたみたいだけど、自分が見た夢をメモしておいて漫画にしてるんだよね。私が見た未来っていうコミックスでそれに載ってるんだけど、怖いぐらい色々当たってるんだよね。私が見た未来は1999年に出版された後、絶版になっちゃったんだ。たつきさんは漫画家を引退しちゃったし、入手不可能になったもんだからプレミアがついてさ、フリマサイトとかで中古本が10万円超えで取引されてたぐらいオカルト好きの間で話題になったすごい本だったんだよ。へえ、そんなに当たるんだ。10万円超えってすごい値段。その人、どんな予知夢を見てたの？東日本大震災の夢を見たのが1996年の3月11日だった。東日本大震災も当てたの？しかも、震災が起きた日って3月11日じゃなかった？全く同じじゃない。そう。予知夢を見たそのちょうど15年後に東日本大震災が起きたんだ。そしてクイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの死も予知した。夢を見たのが1981年11月24日。フレディが亡くなったのはそのちょうど10年後の1991年11月24日だった。日付がまた完全に一致してる。そしてフレディの人生を映画化したのがボヘミアン・ラプソディっていう作品だけど、彼の人生が映画化されることも予知夢で見ていたらしいよ。へえ、災害だけじゃなくて有名人の死や映画化なんかも予知できたんだね。日本人だと尾崎豊氏。彼が亡くなったのは1992年4月25日だった。たつきさんがその予知夢を見たのは1982年の同じ日付だったんだよ。ちょうど10年後だ。そしてダイアナ妃の死。1992年の8月31日に夢を見て、それが現実になったのが5年後のやっぱり同じ日付、8月31日だった。夢を見た日が実際にそれが起きる日と同じになるんだね。いや、そうとばかりは限らないよ。阪神淡路大震災。この夢を見たのは1995年の1月2日なんだけど、震災が起きた日は同年の1月17日。日付が一致してない。15日空いてる。そう。夢を見た15日後に震災が起きてるんだ。15日後？ 5 年後とか10年後とか15日後とか5に関係する数字が共通しているような。ね、何か規則的なものを感じるよね。
15日後か15年後、神戸のひび割れた大地って文字と映像で鮮明に見えたらしい。その予知夢を信じたたつきさんの友人たちが震災を免れたそうだよ。20人くらい助かってるそうだ。みんなたつきさんの予知夢を信じてたんだね。っていうか、それだけ当たってれば信じるよね。そして2020年、未知のウイルスが出現することも予知していた。ウイルスってどう考えてもコロナのことじゃん。うわ、めちゃくちゃ当たりすぎてて怖いんだけど。しかも10年後にまた現れるって予知してるから、2030年にまた何かが起きるのかもしれない。怖っ。10年後にまたなんて、もう嫌だよ。ねえ、何も起きないといいんだけどね。怖いけど、そんなに当たるなら、私もその本読んでみたかったな。絶版になっちゃったんだよね。さすがに10万超えじゃ手が出せないしな。それがさ、驚いたことに、たつきさんが最近新刊を出したんだよ。私が見た未来の完全版が出版されたんだ。マジで？最近っていつ？ 2021年の10月だよ。うわ、すごいじゃん。でも本当は発売は7月の予定だったんだよ。でも、とある理由で延期になったんだ。たつきさん、SNS で情報発信してたんだよね。で、出版社が今回の完全版を出すために、たつきさんと連絡を取り合ってたんだけど、たつきさん本人だと思ってたその人物が、実は偽物だったんだよ。はぁ？どういうこと？なりすましだったんだ。たつきさんとして YouTube とか月刊ムーとか雑誌のインタビューにも答えてたんだって。なんでまたそんなことを？なりすまししてた人も自分は未来を見せる存在からたつきさんと同じ予知夢を見せられたって話してたよ。簡単に言うと、たつきさんの代わりにみんなに発信して未来の災害に備えて回避させたかったみたい。なりすましがいつかバレることもその人には分かってたみたいだよ。どういうこと？たつきさんご本人はネットを見たりしないし、自分で発信するつもりもなかったみたいなんだ。でも、自分の知らないうちに完全版が出るって話になってたから、それを知って出版社に問い合わせたわけだ。それでなりすましが判明したのね。なりすました人は、偽物だってことがバレるまでの間、自分が代わりに本人として活動して、この危機を知らせようとしたのかな。減災のためだったって。結果的にたつきさん本人を表に引っ張り出したわけで、そこまでが織り込み済みだったみたいな感じだったけど、よくわかんない。とりあえず、すべてがその人の予定通りだったってことかな。なりすましがバレるまでって、それはそれでびっくりなんだけど。てか、たつきさんの名前を語らず、同じ予知夢を見てましたって、自分名義で発信することはできなかったのかな。謎だね。で、発売を延期して、たつきさんご本人が完全版の制作に関わって、大幅に内容を修正して刊行したんだよ。新しい予知夢の話や未発表の原稿、たつきさんがつけている夢日記の話も完全版で読めるんだよ。わお、新しい予知夢知りたい。一番気になったのがね、2025年の7月25日に巨大な津波が起こるっていう話だった。東日本大震災の時の津波の3倍はあったらしい。日本とフィリピンの中間あたりの海底がボコンと破裂したように噴火して大津波が太平洋周辺の沿岸部を襲うって内容だった。2025年の7月25日か。怖いな。でも予言ってみんなを怖がらせるためにあるんじゃないんだって。もしも悲しい未来が起こるとして、それに備えて被害を最小限にすることがきっと未来を見せる存在が願っていることなんだ。2025年の津波の話だけど、人々がすでにその津波に備えていて、被災後もすぐ復興に向かう夢だったそうだよ。そうなんだ。確かに、何の心構えも準備もしない状態で被災するのが一番ダメージが大きいもんね。そして、完全版の表紙なんだけど、絶版になった方と見比べてみて。どちらも似てるけど、昔のは女の人が泣いてるのに、完全版の方は涙が止まってるね。そう。この表紙の女性は、たつきさん本人なんだけど、泣き止んで明るい未来を見せようとしてるんだよね。せっかく何かが未来の危機を教えてくれてるんだから、ただ怖がるんじゃなくて、それに備えておこうってことさ。信じるも信じないも、個人の自由だけどね。備えあれば憂いなし、だもんね。はい、おしまい。いつの時代も人々は
この先の未来を知りたがります。占い師さんに恋愛や試験の結果など相談したくなる時もあるでしょう。たつきさんは自分と同じような夢を見ている人はきっとたくさんいるのだと思うとおっしゃっています。予知とは危険を知らせるもので、それを知って事前に対策をする。もしも本当に災害が起きても被害が最小限で済むように。そして災害自体が起きないことを祈りましょう。未来はきっと変えられます。では、おやすみ、花子。皆さんもおやすみなさい。